こんにちは、あつこです。今日は、狼子供の雨と雪を日本語能力検定試験 N4、N5 レベルの簡単な日本語で読んでいきます。このビデオの文章は映画のセリフをそのまま書いたものではありません。私がわかりやすい日本語で映画のあらすじを説明したものです。このビデオは3つに分かれています。1、キーワードの説明。2、物語文、あらすじ。3、映画の言葉の解説。CC 字幕をオンにしてお好みの言語を選択してね。それでは始めましょう。1、キーワード。不思議。普通では考えられないような状態やもののこと。すべき。やらなければいけないこと。やった方がいいこと。姿。体の形や見た目のこと。運転免許証。車やバイクなどを運転できることを証明するもの。一方で、A と B を比べるときに使います。A のことを言った後に、今度は B のことを言いたいときに使います。人間、人のこと、主に人という生き物全体を指すときに使います。隠す、見えないようにすること。吠える、犬などの動物が鳴くこと。撫でる、優しく手で触れること。さすること。悪者、悪いことをする人や物のこと。自然、山や川、木や動物など人間が作らないもの。いつの間にか、気がつかないうちに、知らない間に。抱きしめる、ハグすること。2、物語文、あらすじ。これはちょっと不思議な私の家族の話です。私の母の名前は花。母のお父さんが花のようにいつも笑っている子になりますようにとつけた名前です。花はお父さんと二人で生活していましたが、そのお父さんも花が大学に入る前に死んでしまいました。花は一人になってしまいましたが、大変なことがあっても、お父さんの言葉を思い出して、いつも笑って頑張ってきました。そんな中、花は私の父である彼と大学で会いました。そしてだんだんお互いのことが好きになりました。ある日、彼が言いました。家があったらいいだろうな。ただいまっていう。じゃあ私がお帰りって言ってあげるよ。と花が言うと、彼は少し驚いた顔をしました。そして何かを考えて言いました。花に言わなければならないことがある。明日会える？次の日、花は喫茶店の前で彼を待ちました。しかし彼は全然来ませんでした。今は冬です。寒い中、花は何時間も彼を待ちました。ごめん、悪かった。彼が来たとき、
花の顔は寒さでとても赤くなっていました。ずっと寒いところにいたので、口がうまく動かせません。それでも花は頑張って笑いました。二人は人のいない公園へ歩いていきます。そこで彼は言いました。花にもっと早く見せるべきだった。風が吹いて彼の髪が揺れます。風に揺れる彼の髪が、そして彼の顔がどんどん変わっていきます。そして彼は人ではない違う姿になりました。狼？驚く花に彼は聞きます。本当の姿を見せたら君とは会えなくなると思ったんだ。怖い？怖くない。あなただから。そう、私の母が好きになった人は狼男だったのです。母はそんな彼のことをもっと好きになりました。そうして二人は家族になり、子供が生まれました。雪の日に生まれた私の名前は雪。次の年の雨の日に弟の雨が生まれました。二人は狼子供でした。しかし、雨が生まれた次の日、お父さんである彼は家に帰ってきませんでした。外は強い雨が降っていましたが、花は彼を探しに行きます。しかし、どこを探しても見つかりません。花が小さな橋の上を歩いているとき、ゴミ収集車が止まっているのが見えました。その車は川で死んだ動物の体を取りに来たようです。その動物を見て、花はびっくりします。それは狼の姿の彼でした。花はゴミ収集をしている人に狼の体をもらえないか頼みますが、ダメでした。泣きながら家に帰った花は、彼の運転免許証を見つけます。免許証の彼は笑っています。彼は子供たちを頼むと言っているようでした。花はとても悲しかったのですが、頑張って笑います。ちゃんと育てる。任せて。花は写真に向かってそう言いました。彼のいない新しい生活が始まりました。お姉ちゃんのゆきは食べることが大好き。いつも元気いっぱいで花を困らせてばかり。一方、弟の雨は怖がりで泣いてばかりです。子供たちの具合が悪くなった時も困りました。子供の病院？動物の病院？どっちへ行けばいいのだろう。人間のお母さんも大変ですが、狼子供のお母さんはもっと大変でした。二人の子供は人間の姿になったり、狼の姿になったりします。お散歩、お散歩。天気のいい日にはいつもゆきが大きな声で言います。ゆき、お散歩に行くなら狼の耳を隠して。ゆきが急いで耳を隠します。よしいい子、お散歩に行こう。ウォウウォウ、ウォウウォウ。大喜びしたら隠した耳がまた出てしまいました。
ゆき、耳が出てるよ。はーい。気をつけないとすぐに狼の耳が出てしまいます。お散歩の時は狼になっちゃダメよ。それが花と子供たちの約束でした。もし町に狼がいたら大変なことになってしまうからです。公園に行った3人は美しい紅葉を見ながら秋の散歩を楽しんでいました。その時、こんにちは。かわいいね。犬とお散歩をしていたおじさんが雪と雨を見て言いました。子供たちをかわいいと言われて、花は嬉しくなりました。ところが、ウワウワウワウ、雪がその犬に向かって吠えてしまったのです。犬もおじさんもびっくり。花もびっくりして、急いで子供たちと家に帰りました。また別の日には、うおー、うおー、子供たちが狼のように泣いてしまい、大家さんに怒られてしまいました。このアパート、ペット飼ったらダメなのよ。飼っていません。と花は言いますが、規則を守れないならアパートから出て行ってね。と大家さんは言いました。お母さんの花は雪と雨が生まれてからずっと頑張ってきました。けれど人がたくさんいる場所で狼子供を育てるのは本当に難しいことでした。冬のある朝、公園で走る雪と雨に花は聞きます。ねえ、これからどうしたい？人間か、狼か。でもまだ小さい二人は花が何を言いたいのかわかりません。花は言いました。引っ越そうと思うんだ。どちらでも選べるように。春のある日、5歳になった雪、4歳になった雨を連れて、花は田舎の家に引っ越ししました。家は大きいけれど、壊れたところがいっぱいあります。でも、この家は山の中にあるので、近くには誰も住んでいません。ここなら、二人が狼の姿になっても大丈夫です。でも、村のお店や図書館に行くときには、やっぱり狼の姿になってはいけないのです。だから、花は絵を描いて二人に見せました。雪と雨が狼子供だということは、私たちだけの秘密。急に狼になったら、みんなとってもびっくりしちゃう。だから、他の人の前では、狼になっちゃダメ。約束よ。わかった。子供たちは元気に返事をしました。これで安心して住めそうです。あと、大事なのは食べ物ですが、お金はあまりありません。花は図書館で借りた本を見て野菜を作り始めました。でも、なかなかうまく作れません。そんなある日、花と雪と雨は山の中へ散歩に出かけます。狼の子ってどうやって大人になるんだろう。考えながら歩く花。雪は元気いっぱい。ネズミやヘビを捕まえて大喜びしています。一方、たくさん歩いて疲れた雨は気持ちが悪くなってしまいました。
大丈夫？花は雨の背中を優しく撫でましたが、雨は泣いていました。狼ってどうしていつも悪者なの？図書館で借りた本に出てくる狼はいつも悪い動物だったので、雨はとても悲しくなってしまったのです。みんなに嫌われるなら、僕、狼嫌だ。でもお母さんは狼が好きよ。みんなが狼を嫌っても、お母さんだけは狼の味方だから。花は雨を撫でながら優しく言いました。散歩から戻ると、雪がトマトの葉が茶色くなっているのを見つけました。トマトが病気になってしまったようです。どうしよう。そこへ韮のおじいちゃんが来ました。道の向こうからこっちを見ています。こんばんは。花が挨拶しても、韮のおじいちゃんは何も言いません。ここはいいところですね。自然がいっぱいで、と花が言うと、何が自然だ。笑っていても何もできんぞ。そう言って、おじいちゃんは言ってしまいました。怖い。この様子を見ていたユキが言います。でも、韮のおじいちゃんが来てから、花と雪と雨の生活が少しずつ変わっていったのです。韮のおじいちゃんはとても厳しいけれど、花に野菜の作り方を教えてくれました。おじいちゃんだけではありません。村のみんなが花たちのことを応援してくれました。そして秋には野菜もたくさん取れました。花は取れたじゃがいもを村のみんなに持っていきます。するとみんなはお返しにいろいろな野菜やお米をくれました。花は韮のおじいちゃんに花の畑をもっと大きくするように言われたことを思い出します。畑が大きくなければいけない理由がわかりました。花はおじいちゃんにお礼を言いました。夜、花は嬉しそうに彼の写真に話します。あまり人がいないからここへ引っ越してきたけれど、いつの間にか村の人に助けてもらっているの。最初は大変だったけど、私たちここで生活できているよ。それを聞いて写真の彼も喜んでいるように見えました。ここに来て初めての冬が来ました。窓を開けると外は雪で真っ白。それを見た雪と雨は大喜び。狼になって山へ走っていきました。花も急いで二人の後を追いかけます。美しい雪の中でいっぱい遊んで、三人はとても楽しい時間を過ごします。そんな幸せな時間の帰り道のことでした。大変、お母さん、雨が。鳥を捕まえようとした雨が川に落ちてしまったのです。雨！雪が川に入って雨を助けました。雨、雨。でも雨は動きません。花は心配で心配で雨を抱きしめます。母さん、雨、
気がついた雨が言いました。僕、大きな鳥を見つけたんだ。捕まえられると思ったんだ。花は雨と雪を抱きしめて大きな声で泣きました。でも怖がりで泣いてばかりだった雨はこの日からだんだん変わっていきました。3、映画の言葉の解説。狼子供の雨と雪。タイトルの意味。このタイトル、普通に考えると、生まれた順番で、狼子供の雪と雨になると思いませんか？ではなぜ雨と雪なのでしょうか？映画の中で二人の子供は狼として生きるか人間として生きるかを悩みます。そして雨は狼として、雪は人間として生きていくことを選びます。タイトルの順で見ると、狼は雨、子供は雪を表していると考えられます。だから、狼子供の雨と雪というタイトルになったのです。家があったらいいだろうな。ただいまっていう。じゃあ私がおかえりって言ってあげるよ。ここは私が好きな場面の一つです。狼男である彼が何気なく言った一言に対して、花がおかえりって言ってあげるよと返します。それはまるでプロポーズにも聞こえるセリフです。ただいまは家に帰ってきた時の挨拶です。これは本来、ただいま帰りましたという文が短くなったものです。一方、おかえりは、よくおかえりなさいましたという相手への尊敬と喜びを表す言葉が短くなったものです。映画に出てくる花。主人公の名前は花ですが、映画の中には花瓶に刺してある花もたくさん出てきます。その花にもぜひ注目してみてください。花と彼が二人で暮らしているときは、タンポポが2本。その後、家族が増えると、花の数も増えていきます。彼が死んでしまったときには、白い花が生けてあります。その白い花は、花が悲しんでいる気持ちを表しているように見えます。山の家に引っ越ししてからは、アジサイ、ツバキ、桜など季節を感じる花がいつも花瓶に刺されています。映画をもう一度見るときは花瓶の花にも注目してみてくださいね。今日のビデオはいかがでしたか？あなたが楽しく日本語を勉強するお手伝いができていたら嬉しいです。今日も日本語を勉強してくれてありがとうございます。今日も明日もあなたにとって素晴らしい日になりますように。チャンネル登録といいねをしていただけるととても励みになります。単語などの解説のついたビデオと解説なしのお話だけのビデオもあるので、そちらもぜひ見てみてください。では、またね。